友人 Y から聞いた話。今から2年ほど前、Y のじいさんが死んだ。Y は昔から蝶がつくほどのじいさんっ子だったもんだから、葬式の時なんかは年がいもなく、鼻水垂らしながらワンワン泣いたらしい。ちょうどそのじいさんが死んでから、初7日の日のこと。その日は Y の住んでるところでは、暴風警報が出されたくらいにやたら風の強い日にもかかわらず、学校からの帰りのバス賃も底をついた Y は、仕方なく家まで歩くことに。途中何度も飛ばされかけながら死ぬ思いで、やっと夜の7時半を少し回ったくらいに家に着き、カバンから鍵を出して玄関を開けた。すると、Y の帰りを待っていてくれてたかのようにちょうどいいタイミングで、玄関から真正面にある Y の部屋のドアが開いた。部屋の中では電気もテレビもついていて、おまけに、唯一の暖房器具であるハロゲンヒーターまでスイッチがついていた。母ん、これは母ちゃん、気を利かせて俺の部屋を温めておいてくれたか。Y は嬉しくなって、いつもより明るい声で、ただいま。と言い玄関を上がった。だが、いつもは帰ってくる返事が今日はない。不思議に思い、さっき脱いだ靴の方を見ると、玄関にはたった今脱いだ自分の靴が散らかっているだけで、母は愚か父の靴も姉の靴もない。そういえば、今日は自分以外の家族は全員祖父の法事で、家には遅くまで帰ってこない日だった。とっさに Y の頭には、昔映画で見た、真っ暗な部屋の中に立っている髪の長い女の幽霊のビジョンが浮かんだ。まさか、とは思ったが、幽霊やらお化けじゃなかったとしても、泥棒という線はあり得る。Y はなるべく足音を立てず部屋の入り口まで進み、そっと中を覗き見た。部屋の中には、先日死んだはずの祖父がこちらに背中を向けて座っていた。それが祖父だと分かった途端、Y の恐怖心は一気にしぼんだ。昔からホラー映画も誰かと一緒でなけりゃ見れないほどの怖がりだった Y だが、たとえ本物の幽霊であったとしても、祖父となれば話は別だ。Y は懐かしさと、死んでも自分のところに会いに来てくれたことへの嬉しさで、思わず涙ぐんでしまった。じいさんは、生前の癖だった特徴のある咳を2、3度し、ぎこちない動作で毛のない後頭部を描いた。じいちゃん。Y が呼びかけると、じいさんはのそりと立ち上がり振り向いた。気のせいか、振り向きざま、じいさんの輪郭線がぐにゃりと歪んだように見えた。振り向いたじいさんの顔は、インクをかぶせたように赤かった。Y か。じいさんが自分の名前を呼ぶ。聞き慣れた懐かしいじいさんの声。だが、イントネーションがおかしい。平坦すぎる。生前、じいさんには強い地方の訛りがあったが、今のじいさんから聞こえてくる声は、パソコンで作った人工音声のようだった。じいさんが、のそりとこちらに一歩歩み寄る。じいちゃん、どうした？あまりに様子がおかしいじいさんに呼びかけると、じいさんはまたさっきと同じように咳をして、頭をかいた。じいちゃん、家に帰ってきたのか？ Y がそう聞くと、じいさんは少し考える風に天井のあたりを見て、Y か。さっきと全く同じセリフを、さっきと全く同じ発音で繰り返した。そこで Y は少し怖くなった。こいつはじいさんなんかじゃないんじゃないか。じいさんはまだ天井を見ている。指先から滴り落ちた赤紫の液体が、部屋のカーペットの上に小さな水たまりを作っていた。よく見ると、腕の不自然なところから肘が曲がっている。というより、肩から肘にかけてがすごく長い。生きてる時のじいさんはこんなんじゃなかった。こいつはもしかして、じいさんの真似をしている別の何かじゃないか。Y は少しずつ、足音を立てないようにすり足で後ろに下がった。それに気づいたのか、じいさんのふりをしたそいつは、首だけを異様に長く伸ばしてこっちを見た。まずい、気づかれた。そう思った次の瞬間。目の前にそいつの顔があった。肩から上だけが不自然に伸び上がっている。伸びきった首がゴムのようだった。目の前で、そいつの口からゴブゴブと赤紫の泡が立った。Y か。Y は絶叫した。それから Y は、無我夢中で近くの本屋目指して走った。家に一人でいるのが怖かった。9時を過ぎ、家族が帰ってくるまで家の中には入れなかった。それから Y は、家族にそのことを話したが、誰もまともに取り合ってはくれなかった。結局 Y はその日の夜、あの赤いじいさんの出た自分の部屋で寝ることになった。Y は気が気ではなかった。
目をつぶっても、開けるとあの赤い顔があるようでなかなか眠ることはできなかった。しばらく経って、それでも恐怖と緊張を眠気が抑えつけ、Y はなんとか眠りについた。明け方になって目が覚めると、どうも顔がむずがゆい。洗面所に行って鏡を見ると、顔が赤紫の汁でべっとりと濡れていた。その日から Y は、自分の部屋で寝るのをやめた。次にまたあいつが出てきた時、今度こそ逃げられる気がしなかった。Y は今でも言う。あれはじいさんなんかじゃなかった。うわぁ。生理的に気持ち悪いと感じる要素盛りだくさんだ。じいちゃんじゃないよね、それね。じいさん本人だとしたら、何かに成仏を邪魔されてるとか。擬態能力のある未確認生命体なんだろうか。赤紫の汁という物質を垂らしてるわけだし。Y の家の天井裏に、今も赤紫色の液状生命体がずるずると這いずり回っているのかも。いい話かと思ったら。じいちゃん取り込まれたんでね。死んだ人に化ける妖怪っているの？妖怪が人に化ける話ならいくつかあるよ。ただ、妖怪ならもっとスマートな気がすんだよね。命日も含めて7日目に行うのが初7日です。個人が三途の川のほとりに到着する日とされています。個人が激流か急流か寒流かのいずれを渡るかがお裁きで決まる大切な日で、寒流を渡れるように法要をします。じいちゃん、あの世に行く前に孫に会いたかったし、いつまでも引きずって欲しくないからそんな姿で来たのかな。生前の癖があるのは半分じいさんが入ってるのか、それとも投稿者の頭の中のじいさんのイメージを盗んだだけなのか。赤紫の汁ってのは、タイムシの体液みたいなのかな？